作水の寝落ちラジオ。今日も一日お疲れ様です。日々ヤンデレのシチュエーションボイスを投稿しているものでございます。日々の動画では非現実的でリアルな世界をお届けしているんですけども、今回のこの寝落ちラジオでは現実に目を向けてみようということで、なんか日々コミュニティ投稿だったり YouTube の Twitter だったりノートとかで自分の考えを発信してはいるんですけど、なんか今自分が考えてることを発信してみんながどう思うのかっていうのが自分すごい好きで、考えることが好きなんですよね。いい意味でも悪い意味でも。で、日々そういった形で文字で自分の考えを発信してはいるんですけど、やっぱり何よりも大事なのってその人自身の声で考えを発信することが自分は一番重要だなって思っています。なんか好きな人の、声があったとして、今目の前にある文字をその人の声で読むと理解が深まるそうです。っていうこともあって、やっぱり自分の考えは自分の声で発信するのが一番効率よくね、自分の考えを伝えられる手段になるのかなと思い、何回かやってたんですけど、こういった形で寝落ちラジオとしてやっていければなって思ってます。で、皆さんもお気づきかと思うんですけど、寝落ちラジオにしてはかなりヘビーな内容を使うなと思う人も何人かいるかもしれない。そうですよね。タイトル、生きることの重み、 SNS でこの世から卒業したいという人の心理なんで、なんだろうな、寝落ちラジオの内容には不向きかもしれない。むしろマイナスかもしれない。でも、自分はですけど、自分は心霊スポットを回る動画って YouTube にあると思うんですけど、それをよく寝落ちラジオ、寝落ち用の動画に使ってたりはするんですよね。これは本当に個人の価値観ね、あれなんですけど、寝落ちラジオと一見内容的にはマイナスなことを掛け合わせたら、いいことが起きるんじゃないか。なんか自分の考えを発信するところも声で発信できればなって思っていたので、終始ね、声に関してはずっとこんな感じで、一定で話していければなと思うので、多種多様に使ってもらえたらなって思っています。で、今回のラジオでは、この世から卒業したいと思う自分を改めてこの世から卒業したいと思う自分ちょっと待って、すごいどもるじゃん。この世から卒業したいと思う自分を改めて見つめ直したり、この世から卒業したいと思う人がどういった心理で口にして思っているのか深く考察するラジオです。で、今回記載する内容、
というか話す内容は一個人が考える内容なので、全てが正しいわけではありません。なので、こんな考えもあるのか、へえくらいの捉え方で読んでいただければ幸いです。なんだろうな。本場のカレーを作りなさいって言われてもすぐ作れないじゃないですか。でも本場のカレーの作り方を知っておくと、言われたらすぐ自分が何しないといけないのかってわかるじゃないですか。知ってるか知らないかで判断のスピードが変わっていくと思うんですよね。だから、こういう心理で話しているんだ、発言しているんだっていうのも理解しておくことで、適切な対応だったり知っておくことで大切な人を守ることもできると思うんですよね。だから知っておいてほしいっていう思いで、今回は寝落ちラジオとして、自分の一個人の発言なので全て正しいわけではないんだけど、お話しさせていただきます。で、この世から卒業したいだとちょっと長くなるので今からは卒業したいと発言で略させていただきます。ということなんですけども、寝落ちラジオ全然声を作らずお話できればなと思っているので、聞きにくかったらごめんなさい。皆さんは過去卒業したいと思ったことはありますか？自分はある。でも多分卒業したいって言ってる人を見る人の第一印象って人それぞれだと思うんだけど、いいイメージを持つ人は100人いたら5人、何人か言えないけど多数ではないと思うんだよね。なんで卒業したいって思うのか、今回深く考えてみようかなって思ってます。で、まず一つ目の疑問なんだけど、卒業したいっていう人は本当に卒業したいと考えているのでしょうか？それとも何か別の深層的な意味があるのでしょうか？自分たちが使う SNS 上でも卒業したいとつぶやく人が定期的にいると思うんですよね。皆さんはわからないんですけど、皆さんのアカウントを直接見れないからわかんないんだけど、自分の SNS は結構人と人とのつながりが多いので、そういった発言をする人は結構見受けられます。でもその一部っておそらくただのジョークだったり、一時的な感情の爆発で起こるものもあるとは思うんだけど、多分それをつぶやく人の中には深刻的な苦痛だったり孤独感が隠れてる場合もあると思うんだよね。自分が思う SNS は現代社会の自己表現とか感情のはけ口になるプラットフォームだと自分は思ってる。多種多様にあるけどね、使い方は人それぞれだけど、
主に自己表現と感情のはけ口がメインなのかなって自分は思ってます。そのね、みんなが思う SNS 上で発信する内容って、そのメッセージを理解したり適切に対応というか、その内容を理解して助けたいって思うには、ある意味その書いてる人の心理を理解しないと適切な対応ができないと思うんだよね。考えてみてほしいのが、なぜ人間は自分の苦痛をオンライン上で公開するのかだと思うんだよね。多分その理由としては、彼らが自分の感情を理解して共感や理解を求めてるからかもしんない。だと思うんだよね。でも多分卒業したいって発言する人たちは本当に必要としてるのは卒業したいじゃなくて、痛みとか苦痛とかの助けだったりとかさ、自分の感情を理解してくれる存在が欲しいって願ってるのかもしれない。なんか自分の活動で例えると、日々さっきもお話ししたんだけど、ヤンデレのシチュエーションボイスを日々自分は YouTube 上に投稿しているんだけど、ヤンデレってさ、みんなが見て感じてくれてるとは思うんだけど、独占的で過度に愛情深いじゃん。それが時として暴力になったりするってのが多分一般的な認知だと思うんだよね。自分は独占したいし過度な愛情表現はするけど、彼女に対しては傷をつけないっていうヤンデレ作品しか、やってはきてないんだけど、でもその、独占欲だったりさ、過度な感情が引き起こす精神的な苦痛はさ、難しいな、これを伝えんの。そういう痛みって自分の感情をさ投影する手段だと思うんだよね。伝わるかな。その精神的な痛みは、その精神的な痛みが自分の感情を表すのに一番表せられるみたいな。難しいな。これ伝わるかな。だと思うんだよね。卒業したいって思う感情はある意味混乱した感情を象徴してるのかもしれない。だからその卒業したいって思う発言の裏には卒業したいではなく様々な感情が含んだ発言ってのをまず理解しないといけないのかなってのをすごく思ってはいる。ヤンデレの発言もいろんな感情があるし、日々皆さんが生活する世界でも
100% の感情を言葉にする人はいないじゃないですか。そういう人は少ないと思うんですよね。まあだから人間ってめんどくさいんだけど。まあ何が言いたいかっていうと、だから卒業したいって思う人は本当に卒業したいって望んでるわけじゃなくてさ、むしろなんだろうな、その内面的な痛みとか苦痛をさ表現してさ理解してほしいって願ってるのかもしれない。だから卒業したいって思うだったり発言する人たちは理解してほしいし共感してほしいし助けてほしいってそんな人を求めてるのかもしれない。まあどこまで深読みしたらいいのかわかんないんだけど、でもなんか考えることってすごい自分の中では大事にしていて、まあなんか1から100考えたらキリがないけどさ、自分の中では日々なぜっていうのを疑問に頭の中に思って生活をしているんだよね。突拍子もなく起こることに対してもなんで起きたのか考えたり、まあイライラする時も中にあると思うんだけど、今なんで自分がイライラしたのかっていうのを考えることもすごく大事だと思ってる。難しいかな、これ伝わるかなと思うんだけどさ、でも自分は物事深くまで理解しないとさ、いつまでも利用される側だったり絞り取られる側だと常に思ってるんだよね。だって物事理解していない人と理解してる人では雲泥の差がある。数学でいう公式を知ってる人か知らない人かだと目の前にある問題って多分公式を知ってる人の方が解けるじゃんね。だからまあ行き過ぎた発言にはなるかもしれないけど知らないことって自分は罪だと思ってるんだよね。まあ、なんか全部知ってればいいわけじゃないけど、自分が生きるにあたって必要であることを知らないと自分自身を苦しめてしまうって常日頃思っているんだよね。だから考えるし物事を深くまで理解しようって思ってるの。なんか利用されたくないじゃん、誰かに。わかんない、なんか人によってはそっち側でいいとか、常に誘導される側というか引っ張られたい方もいるとは思うんだけど、自分は自分の人生だしやりたいことをやりたい。まあ日頃なんかよく耳にするじゃん。まあ今最近は耳にしないけどさ、好きなことで生きていくっていう言葉は自分はすごい好きじゃないんだよね。好きなことで生きている人たちはその好きなことを深く理解しているからこそ生きていけてると思うんだよね。まあ自分の界隈で近いところで言うと、まあ VTuber とかはすごくそうだよね。どんだけ人数いるんだよ VTuber さんって思うんだけど、その中の人たちは多分結構な人数お金を稼げるからっていう
なんだろうな、解釈で活動している人も中には結構いると思うんだよね。まあなんかそれが悪いわけじゃないんだけど、自分のその生きていく中でちゃんと物事理解していかないと成功もしないしうまくいかないと思うんだよね。まあそうだよね。部活とかそうだよね。1年生よりも3年生が強い理由は3年間の経験があるからだと思うし、まあ経験と理解するとか知るってのは結構イコールにあるのかもしれない。だからなんだろうな、ある意味その自分には才能がないってのを早く気づいた方がいいのかもしんないね。なんか才能とか感覚に任せがちな人って結構いるかもしれない。なんかまあどうにかなるでしょ精神も大事かもしんないけど、自分が幸せになるにはめんどくさいかもしんないけど、ちゃんと理解して行動していった方がいいと思う、自分はね。まあなんかまあ人それぞれだとは思うんだけど、好きなことで生きていきたい人がもしいたとしたら、自分のね好きなことで生きていきたいという人がいたら、多分その好きなことをしっかりと理解していかないといけないし、まあ現実好きなことの延長線上に嫌いなことってあると思うから、だから好きなことをしっかり理解することでその好きがぶれないと思うんだよね。だからまあそういう理解をすることってすごく大事だと思うし、まあなんか今回話した卒業したいって思う人の心理の理解もしておくことで、まあ自分にも置き換えられるし、大事な人を助けたいって思うときに寄り添える。まあなんか自分もやっぱりナイーブな時にはそういう卒業したいっていう気持ちになるけど、まあ今自分がこの20分間で話したことを思いながら生きています。なんかちょっと自分の考えを話しながら話したからあまりまとまってないし、伝わりづらいところもいっぱいあったと思うけど、まあ要は理解した方が楽に生きれるよっていうことかね。あとは選択肢を持っておくってのも一つだよね。別に卒業したいって思うことが悪いわけじゃないとは思うよ、自分も。なんかそれが支えで生きている人もいっぱいいると思うし、だからある意味自分が思う悪いことって考え方によってはプラスになるし、まあマイナスにもなるし、それの判断をするにはちゃんとその物事を理解した方が自分自身を支えられて大切な人を支えられるのかなって思って、今回こうやってネオチラジオとして話しさせていただきました。まあ何か生きるヒントになれば嬉しいな。まあもし何かあれば感想とかお待ちしてます。あとこういったお話ししてほしいよっていう話題があればコメントでどしどしお待ちしております。自分は作水と言いまして、日々ヤンデレシチュエーションボイスを YouTube に投稿しているものです。自分の軸としては非現実的でリアルな世界をお届けするべく
シチュエーションボイスを投稿しています。もし何か今回いい機会があれば引き続きよろしくお願いしますとお伝えして、今回の寝落ちラジオを終わりたいと思います。日々頑張っていると思う自分もみんなも、だから頑張りすぎずなのかな。ちょっと頑張るについてもまたお話できたらなって思うかな。今日も一日お疲れ様。最後まで聞いてくれてありがとうね。じゃあまた次の動画で。またね。